にちは。こんにちは。はい、新次さん。はい、オーバードーズの新次です。はい、よろしくお願いします。もうラジコンの歴もかなり長い感じですかね。ラジコンを始めたのは、結構子供の頃から好きだったんですけど、ドリフトラジコンを始めてもうかれこれ4駆時代から15年ぐらいになりますかね。肉のドリフトを始めるのは、周りが肉に移行してからなので、ちょっと肉を始めたのは遅かったんです。新次さんといったらね、北陸では北陸一のイケメンってラジコンドリフターという有名なんですけどね。で仕事はもう知っての通り、火消しということで。火消しですよね。やっぱりどこかに熱い女性がいればそれの火消しに行くんですか？そうですね。ちょっとそこはちゃんと冷やしたいですね。ちゃんと冷やしたい。はい、そうですね。やっぱそこは大事ですね。さすがですね。進化も大事なんで。進化も大事。やっぱり消防士だとそういうネタも出るんですか？出ますね。僕思ってて、消防士だと僕の知ってる消防士とかね、やっぱりちょっと横着類の方が多いんですよね。意外とそうですね。でも硬い仕事に思われがちですけど、意外と体力あり余ってますもんね。そうですね。それが変な方向にさえ向かなければ、ちゃんと火も消してね。お前何の火消してんだよみたいないっぱいいますからね。大丈夫かってそれで後で自分が火だるまになってるって消防士あるあるですよね。そうそうそう。でもちゃんとね、仕事の傍らドリフトラジコンをしっかり楽しめる時間はそうですよね。持てるので、ドリフトラジコン結構楽しいなって。なるほどなるほど。なかなかこんだけ長く続けてこれる趣味って、いろいろ僕も昔若い頃サーフィンとかスノーボードはもちろんそうですけど、いろいろやってきた中で結構ドリフトラジコンやっぱ一番年を取っても若い子供たちが入ってきても一緒にこういうのを楽しめるすごいいい趣味だなっていうのはこの年になってやっぱ改めて感じてます。あと新次さん面倒見がいいもんね。仕事柄って言いますか、やっぱ一応その隊をまとめる隊長ですかっていう立場にもあるので、そういった部分もまたその責任感とか北島三郎みたいなちょっとね渋い感じでいきます。ちょっと渋い今の質問ばかり。ちょっと人間性の方だと例えば好きな音楽ですとかどんなんが好きですか？最近そうですね、好きな音楽はやっぱり世代もありますけど90年代のポップのミュージックであれば90年代の歌はすごい好きですし、特にグレーとか。グレーですか。ちょっと定番すぎちゃうかもしれないですけど、このキーボランとかね。放水でぶっ放しながら歌ってるんですか？いや、そこはねちゃんと鎮圧してから最後に冷却ということでちゃんと段階踏みますから、歌の選曲もちゃんと上がっていく感じで最後を収める。やっぱりその経験っていうのはやっぱりこのラジコンにも生きてます？いや、生きてますね。やっぱりいろんな人との交流っていうのは僕らは仕事柄もありますけど、いろんな人たちとやっぱ関わりはありますし、住民の方たちとの交流っていうのもありますから、そういった意味で言うとみんなとこう関わってみんなの平等にっていう付き合いっていうのはやっぱりそのテーマじゃないですけど、ポリシーとしてはありますからね。今ね、この話を聞いてて、隊長がよく小学校とかに行ってみんなの前で喋ってるじゃないですか。そんな感じがしました。本当ですか？ちょっとやっぱなんとなくニュアンスが出てますか？なんかね、これもう慣れてるなって感じがしますからね。やっぱりみんなの子供の前とかでね、そういう話すことも多いですよね。そうなんですよ。なので全然話は結構実は苦手な方なんですけど、それなりにやっぱそういう経験は仕事でやってます。新次さんといえば最近なんか活動ガル活からの副活動として、最近ガルのサークルミーティングっていうのをやらせてもらってて、それは僕が先ほども言ってましたみんなとその交流したいっていうところから、そもそもオーバードーズとしてガル活っていうハッシュタグガル活ですよね。ありますよね。あれですごいなんかユーザーさんたちの声が入ってきて、なんかオーバードーズすごい雰囲気良くなったよねっていう。なんかすごいね盛り上がってるイメージがある。本当ですか？その活動っていうかガル活をやっている中で、いろんな人たちのユーザーさんと交流している中で、もっとこうそれを違うスタイルで、なんか違う形で交流していけたら楽しいなっていうのがあって、で自分の中で特にこの最近の令和の時代っていいますか、多分いろんな企業さんもそうだと思うんですけど、幅広くユーザーさんとの指導の仕方とか、営業の仕方とかもどんどんこう変わっていく中で、なんかこう昔の昭和じゃないですけど、上からドーンと下に来るようなトップダウンの方式じゃなくて、もっとボトムアップとか、下からの意見も吸い上げてみんなで共有し合ってっていうところのスタンスっていうのが
まあ、目に留まりまして、はい、これはなんかガル活にこう転換できないかなっていう考えから、ちょっと面白いこのガルムサークルミーティングって、このサークルって和ですよね。和ってやっぱ円形ってすごいイメージとしても柔らかいイメージありますし、それをガルムでつなげたら面白いんじゃないかなっていうちょっとピンときた発想がありまして、でそれをうちの伊藤社長にこういうのをやろうと思うんですけど、まあ、営業の副さんにもそうなんですけど、はい、こういうのやりたいと思うんですけど、どうでしょうかねって、じゃあいいじゃんいいじゃんって言ってくれて、でその中でじゃあそれをやっても、まあ、SNS の写真とかでは残りますけど、もっと何かこう証になるものがあればいいなと思って、そこでサークルステッカーってそれを思ってやり始めたっていうのがきっかけですね。これまでは僕が単独でガルのサークルミーティングっていうのを他のサーキット行ってやってたんですけど、つい最近ですよね、セカンドステージというか、次の展開としては、オーディドライバー、それぞれにパーソナルカラーを決めて、で僕はまあ白黒で、りょうくんなら赤とか、白井くんは黄色、たけしくんはパープルで、総長はピンクで、正木パイセンはオレンジで、山中がグリーンということで、8人の赤シャツドライバーにそれぞれパーソナルカラーを指定して、それぞれのカラーのサークルステッカーを持ってもらう、それぞれのドライバーがそれぞれのサーキットをどこか遠征先とか大会とか行った時にガルムのユーザーさんたちと出会うじゃないですか。はい、出会います。それでそこでサークルをやってもらって、ユーザーと交流してもらう、まあ枝分かれが増えたっていうイメージですよね。僕が今まで一人であちこち行ってたんじゃ多分出会える数って少ないと思うんですけど、まあ体一つしかないですからね。そうです。だからそれが8人のドライバーがそれだけやってくれれば、その分輪はどんどん大きくなるよねっていうことで、ただそのステッカーを集めてるだけじゃ面白くないんで、プレミアム特典としてオリジナルの特大プレミアムサークルステッカーっていうのをお配りすると。それは8人のドライバー全員と交流できた人に限定でサークルのステッカーが、これはねまだちょっと正直デザインも決まってないんですけど、素材も違って見た目もかなり豪華なステッカーに、なんか持ってるとなんかもうガルムサークルマイスターみたいな、ちょっとそういうイメージでちょっと面白い特典をつけたらより一層盛り上がるんじゃないかなっていうことで、でもそういうのをオーバードーズとしても応援してくれてるっていうのはすごい僕も嬉しいなと思うので。なるほど。だからこれからより一層ガルムだけじゃなくてもオーバードーズっていうメーカーとのみんなそのユーザーさんとの交流の場が枝分かれしていろいろ持てたらいいなっていうふうには個人的に思ってます。あとじゃあ次の質問として、まあ今はねベテランとして活躍されてるんですけども、例えばこれからこういうドライバーを目指しているとか。それすごい僕の中で考えが変わってきたいい質問いただきまして、僕もその昔そのメーカードライバーを経験してオーバードーズのドライバーにも今なってるんですけど、今年でもう7年目ですかね、になるんですけど、当初はやっぱりコンペティションや大会で勝つことばかりをすごい意識したんですよ、やっぱりドライバーたるもの。でもそれも先ほど言ってましたこの令和の時代ってそういうことだけじゃなくて、もっとそのユーザーさんと幅広く楽しむ、あとそのメーカーの壁を越えてドライバー同士も仲良くしようねっていう、僕はそういうスタンスが結構好きなので、そういう考えから大会で勝つことだけを求めるんじゃなくてユーザーさんとの交流も楽しむ、それが結局ラジコンドリフトを長く続けていける、また一つの楽しみ方に絶対なると思うので、そういう方向にちょっと今は力入れたいなっていうのがあって、さっき言ったサークルミーティングも始めたいな、始めているっていうことです。新次さんインスタも結構やられてるんですよね。そうですね。結構写真かなんかにこだわられてるっていう。そうですね。アメブロの方もやってますけど、基本的にはやっぱり写真とかって伝わりやすいですよね。そうですね。で、あと最近最近って言いますか、今の時代はやっぱりその動画とか。そういったところもやっぱり重要になってくるかなというところで、もう昔は写真しか、写真もちょっとアレンジしたりして上げてましたけど、特に最近は動画もショートムービーとかもちょっと商品のシャーシを一つ撮るにも写真じゃなくて動画で編集したりとか、なるべくかっこよくその魅力が伝わるようにどうしたらいいかなって考えながら SNS の方にアップしてる。で結構海外の方からもメッセージくれたりとか、そうなんですか。そういった反響もあるので、やっぱそういうの嬉しいなと思って。スタっていうやっぱカテゴリーでやっぱ海外世界でも広がるじゃないですか。だからそういう意味でやっぱりやってて楽しいし。部長ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。